諸国百物語第34話。今日五条の者、仏の箔をこそげて報いしこと。京の都、油の工事五条あたりに貧しい油屋があった。ある人が33間堂の仏の中には小金仏があると話し、それを聞き知った例の油屋は良いことを聞いたと喜んで33間堂に行き、仏像の手足をもぎ取って燃やし灰にして箔が固まり金になったのを取り出して、これをあちこちと売り回して、あっという間に金子30枚ほどを儲け、家は富栄えて、朝夕と贅沢な暮らしをしていた。ある時、夫婦が並んで寝ていると、何やら体にヒヤヒヤと触るものがあるので、火を灯して見てみれば、小さい蛇が2匹いる。夫婦は驚いてこの蛇を撃ち殺したが、後からいくつともなく蛇は這い出してきて、夜となく昼となく2匹の蛇が体中を這いずり回り離れなかった。さまざまに家事祈祷を行ったが効果はなく、その後どんどんと体を悪くしていった夫婦はどうすることもできずに博士に助けを求めると、博士はこれを占って、その方仏にかかって金銀を儲けたことはないかという。実はこのようなことをしてしまい金銀を儲けましたと一つ残らず懺悔した。しからばその金で仏像を作り、かの寺へ寄進すればこのたたりはやむであろうと言った。そうであればと早速儲けた金を半分使い、仏像を作って寄進してみると、例の蛇一匹は離れて消え失せたが、もう一匹は体にまとわりついて離れない。夫婦は命ありてこその安楽なれと言って、残った金でまた仏像を作って寄進すると、もう一匹の蛇もようやく離れて、また元の貧しい油屋となったということである。なんとも罰当たりな話である。この話に出てくる33間堂は、現在でも京都に残るかの有名な33間堂である。私も幾度か参拝したことがあるが、仙台の千手観音立像が立ち並ぶお姿は荘厳としか言いようがない。この蓮華応院33間堂は長寛2年西暦1165年後白河天皇によって建立され、時代的には平安末期、度重なる地震と飢餓に襲われた時代で、ちょうど芥川龍之介の羅生門の舞台となった荒廃した時代である。庶民が死なないために生きる時代に神や仏を忘れ、このようなことが横行していたのかもしれない。千手観音の正式名は
11面千手千眼観世音菩薩といい、千の目で衆生を見守り、千の手で一人残らず救い上げるという意味がある。油屋夫婦がもぎ取った手は箔が金になるほどなので、手の一本や二本では済まなかっただろう。しかしながら富栄えた分をチャラにするのみで許されている。欲に駆られた罪人にも救いの手を差し伸べる、なんとも慈悲深い仏様である。